お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が開発した、対戦車戦闘能力までをも有する戦車、一式中戦車を解説する。画像を見ると、以前までの帝国陸軍の戦車と比べて、結構近代的な戦車らしくなってきたな。一式中戦車は、以前解説した97式中戦車を改良して、帝国陸軍の新鋭戦車を作ろうという気概で開発された戦車だ。一式中戦車の前に開発された97式中戦車の特徴としては、対戦車の戦闘というよりは、歩兵を支援する戦闘を主眼にした戦車という点にあった。飛行部隊同士の戦闘なんて、当時は考えにくかったのかもね。なので、歩兵支援の戦闘を主眼にした97式中戦車は、敵戦車の装甲を突き破る貫徹力のある手法を備えていなかったんだ。97式中戦車に当初搭載された手法は、97式5センチ7戦車砲で、相手の鉄鋼を貫徹する力に不足していた。この点については、当時の日本の工業技術の不足により、そもそも使用する鉄鋼弾の性能が良くなかったという可能性もあるんだけどね。もっと言うと、帝国陸軍の戦車部隊の主戦場は、長い間、大陸における国民党軍相手の戦場で、国民党軍は機甲部隊を完璧に整備していたわけではなく、また、士気が低いということもあり、ノモンハン事件の勃発前あたりまでは、十分に歩兵支援の戦闘車両として機能していたんだよね。さらに、手法の貫徹力が低い反面、手法と砲弾の重量は比較的軽かったため、戦車兵は迅速に砲弾を充填して射撃できるという意外な利点もあったんだ。なるほど。そうは言っても、列強各国が機甲部隊を続々と整備し、戦車の質が向上し始めると、帝国陸軍としても歩兵支援の戦車だけにこだわっているわけにはいかなくなった。対戦車用の戦車が必要になったんだな。帝国陸軍は、陸軍技術本部や参謀本部など複数の機関の関係者が集まる戦車研究委員会を立ち上げ、対戦車戦闘能力を備えた新戦車の開発に着手する。そして、まず帝国陸軍は、97式中戦車の戦闘力を上げるべく、97式中戦車に新しい砲塔を搭載した。新砲塔の名称は、一式47ミリ戦車砲だ。これは砲身が従来のものより長く、砲弾の初速が速いという特徴があった。この新砲塔を搭載した97式中戦車はキハのコードネームで呼ばれ、太平洋戦争でアメリカ軍の戦車と激闘を重ねた。キハってどういう意味？キは中戦車を意味し、ハはイロハにホヘトで順番を表す。帝国陸軍は、まず97式中戦車の手法を増強させるという手段を取ったが、次なる段階で着手したのが、最初から47ミリ戦車砲を搭載した戦車の開発であり、一式中戦車が登場する。やっと一式中戦車が出てきたな。一式中戦車で特筆すべきは、砲塔が増強されている点に加えて、装甲も増強された点だ。一式中戦車は車体や砲塔正面の装甲が、97式中戦車の約倍となる50ミリに増強され、リベット接合も従前から減少させ、その代わりに溶接や平面ボルトを多用した。さらに、装甲車両のディーゼル化に邁進していた帝国陸軍は、一式中戦車にもディーゼルエンジンを採用し、統制型100式発動機が搭載された。エンジンの名前がかっこいい。統制型って、機体の新戦車は、アメリカ軍やソ連軍に対抗できたのかな？それが、生産開始の時期が非常に悪く、そもそも実戦に参加する機会が非常に少なかったんだ。太平洋戦争の戦況悪化に伴い、一式中戦車は本土決戦のため本土に温存される車両が多かったんだ。その威力がどんなだったか、試されることのないまま終戦になったか。帝国陸軍としても、海軍との資材の奪い合いが激しくなり、また、航空機の増産にも力を入れざるを得ず、戦車生産に全力投球できなかった側面もある。一式中戦車の正式採用以降も、帝国陸軍は、一式中戦車を改良した三式中戦車、さらには少数の車両しか生産できなかった四式中戦車、試作車の製作のみで終わってしまった五式中戦車などを開発したが、本土決戦に備えて、実質的な車両数を配備できたのは、一式中戦車までの配備が限界だったこともあり、その意味においては、一式中戦車は、
帝国陸軍で実質的な車両数の配備が可能となった、最も強い戦車だったと言えるかもしれない。さて、以上の通り一式中戦車の解説をしてきたが、戦車や装甲車両を中心にした機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。